こんちは。生産装備禁止の 4G 攻略パート2始めてまいります。さて、前回初めてのイベント武器を作りましたが、今回もいきなり装備作りに出たいと思います。今度は防具を作ろうと思うよ。ずっと裸なのも味気ないし、火ダメもきついし。クエはこちら、モンハン部、ガブラス狩猟戦線だ。コラボっていうか思い切り身内だよなこれ。モンハン部というのはファンサイトですね。活動内容はよく存じ上げないのですが、内容の方はガブラス12頭の討伐、例によって鉄カブラが邪魔してきます。ただ、前回のリモとスクワギルのやつよりマシかな。ガンスならガブラスは対処しやすいし。さらにオトバクが2個支給される好タイム。先にこっちやればよかったかも。まあまあ、武器の方が重要ですから、ガブラス退治に集中しましょう。この子らは基本飛んでて手出ししにくいですが、このクエタと意外にポンポン倒せますね。一匹倒すと次が死骸に群がるからな。勝手に降りてきてくれるんだよね。鉄カブラが奉公すればポトッと落ちてきたりもする。12匹くらいならすぐ終わるはずだ。おお、早速死骸が固まってますね。これは剥ぎ取りもしやすくて助かる。ガブラスは本来村星5から出会えるモンスター。イベントありだとだいぶ早く戦えます。こいつの素材って地味に重要なんだよな。特に上位までは有用な防具に必要だ。通常プレイだとバトルシリーズやガブラスーツがいいね。この企画だと縁がないが。武器の方は特段強力なものはないですかね。毒体験の強化に使うくらいですか。いくら攻略中でも体験に毒は優先されるものではありませんね。属性よりの生産体験はそもそも攻撃力がね、根本から武器として弱いのが難しいな。ということでこれでフィニッシュ。10分かからずにクリアできたぞ。おお、いいですね。これならストレスなく周回できそうです。このクエの固有素材はモンハン部入部届。専用防具の素材になりますよ。あとはギルチケとガブラス素材が少しだね。サクッと集めちゃいますか。はい、集めてまいりました。なんと2周で揃いましたよ。チケットが出れるかの勝負だ。今後もこれで頼む。で、解禁されたのがこちら。モンハン部ジャケットだね。なんといきなりレア度7の装備が作れます。素材はすべて貝で揃えられるんですよね。見た目は革製の黒ジャケットって感じ。いかにもガブラス素材でできてそうです。性能の方は 1V でカゴプラス10となかなか優秀。その防御力は低めだけどね。とりあえずこれだけつけて攻略を進めよう。かなりマシになるはずだ。2回強化してステータスは防御力25。精霊のカゴ次第ってとこでしょうかね。この段階でも防御力50くらいは全然いけるので、依然として指数としては低めです。砥石高速あたりも欲しいんだけど、スロット的にもしばらくはつけられないかな。で、ストーリーは竜神商人が登場だね。ケチャワチャ狩猟が緊急に追加されるぞ。最序盤では最初の壁になるでしょうかね。ガンランスだと凄まじく面倒そう。これをクリアすると殴り村に行けます。ようやく発掘防具の解禁が見えてきましたよ。チュートリアルで腕防具を入手してるからな。これは楽しみ。つうことでケチャ戦行こう。防御力25とカゴでどこまで踏ん張れるか。カゴは 25% の確率で火ダメを 30% 軽減します。期待値的には 7.5% のダメージ軽減ですかね。単純な防御力の比較は難しいですが、防護効果としては悪くないはず。乗算だからもうちょい防御力上げないとな。ストーリーもどんどん進めなきゃね。ダメージはそれなりかな。これなら普通に攻略は進められそうだ。ケチャ君は肉質こそ柔らかいですが、とにかくちょこまか動くのが厄介ですね。なんというか、いかにも MH4 って感じの敵です。つまりガンスにはかなり相性が悪い。ガジュウってもともと削りが多い種族だからね。やり系にはしんどい奴らだぜ。スタ上で立ち回ってノリを狙うのが正攻法か。下で戦ってもいいことないな。どうもゴリ押し気味になるのが良くないですね。無意識に武器性能を信じすぎてます。この時期にしては確かに優秀なんですけど、言うても倍率100の会心 10% ですからね。ガンスは一撃が思い割に火力がなくてな。ひるみでごまかすパワーがないんだよね。正直チャークで初期武器強化した方が強い。武器種格差みたいなのをすごく感じるわ。最序盤はスキルでの保管も難しいですからね。その意味でもチャークはかなり強いです。イベントで手頃なのが欲しいところですが、残念ながら回では無理ですね。この辺は MH4 時代を引きずってるよな。チャークコンはとにかくラインナップが貧弱。あ、やべ、体力が。しれっと映ってるし、なーにやってんすかマジで。あの攻撃って一発ずつ判定あるのかよ。スーパーアーマーが穴になった感じか。やばいやばい、マジで雑さ抜かないと。ガンスじゃ耐えられないぞ。ガードできるけど、被弾後のリカバリーは難しいです。移動もノウトウも遅いですからね。ガンスも割と汎用的な要素は持ってるんですが、機動力がとにかく厳しい印象です。動作一つ一つに引っかかりを覚えるんだよな。思ったよりワンテンポ遅い感じ。
ある程度はこいつで突き進む予定だったが、早くも別武器が欲しくなってきちゃったよ。コンパートは防具のみの更新予定でしたが、武器もう一個作った方がいいですかね。実は、最序盤で通用しそうなイベ武器はまだあります。武器種変える意味でもちょうどいいかも。イベ武器は回後半だと選択肢逆に狭まるからな。後で作っちゃうか。よし、とりあえずケチャ終了と、こんな苦戦する予定ではなかったんだが。どうもイベクエの方に集中しがちですね。本筋はこっちだからしっかりしないと。ともあれこれで殴り村に行けます。この縛りでは極めて重要な拠点です。発掘装備もなるべく使っていこうと思ってるからね。どれだけ活用できるかは運次第だが。ただ、初めて訪れた段階では施設が利用できない。あともう一歩進める必要がある。お次は鉄かぶらの狩猟ですね。こちらも初心者には壁になりそう。地底洞窟はイベントの方ですでに行っております。このまま鉄かぶら行っちゃいますか。これを超えればもうちょい楽になるぞ。いざ鬼退治。よし、じゃあやっていこう。ケチャワチャよりは苦戦しないはず。この子もそれなりにアグレッシブですが、まだ単性を守った動きしてくれます。どちらかといえば範囲攻撃が強みなので、ガード武器とは相性良さそうですね。ちゃんと後隙あるし、図体でかいのもありがたい。ガンスはとっさに攻撃方向を変えるのが苦手だからな。動作も遅いから急な軸ずらしがしんどい。連打して火力出さないといけないのに。欲張らず一発一発確実に当てましょう。結果、その方が火力が出せます。その意味では砲撃も結構重要ですね。単なるコンボパーツにもなりますけど。砲撃は初撃として有用に感じるね。方向キー足す砲撃で一瞬で振り向いて攻撃できる。移動しつつすぐ攻撃に転じられて強い。この点では通常型のが良かったな。クラウン系はプラチナが通常型でしたが、ツリー統合であえなく放射オンリーとなってしまいました。4G のイベント関数はそもそも通常がありませんね。ちょっと寂しい。独自要素がある武器種はどうしてもね。これのせいでイベ武器に光が当たりづらいんだよな。発掘もちゃんと粘ろうとするとヤバそう。下上位でがっつり掘るつもりはないけどね。そもそも 4G の発掘関数って砲撃重視されるんでしょうか。この辺の知識は全くございません。こうしてラッシュしてると、それなりに気持ちよくなれますね。ちゃんと想定してセットプレイに臨むのが重要だね。弾のあるなしで DPS だいぶ変わりそう。この分なら他の武器種が揃っても、相手次第で使っていけそうだね。発掘も含めると運が絡みますからね。確実に手に入る武器は貴重です。カブラの狩猟は順調に進みました。やはりガンランスとの相性がいいです。ここは地形もある程度落ち着いてるからな。腰を据えてプレイできてる。どうしても厳しいのが切れ味問題だ。早く砥石高速か技物が欲しい。砲撃は切れ味消費が多いですからね。他の武器よりしんどいところですね。しかし、通常と放射で切れ味消費同じなんですね。この縛りで持つまで知りませんでした、普通に。通常型は消費1だと思い込んでたわ。基本フィーリングで狩りしてるからね。それに加えてガンスの使用回数の少なさ。逆に勉強の機会を得たと思うべきか。我々がガンスを持ったのはほぼワールド以降です。それまでは槍はマジで使ってませんでしたね。クロス系は狩り技が面白そうだったものの、ヒートゲージで断念しちゃいました。強化要素のはずがただの儀式とかスレイの現象ね。要素が多い武器種に要素を足すなよな。それ考えるとガンスは相当進化してるよ。今ではチャークよりよっぽど洗練されてる。移動フルバは革命ですね。チャークも移動しながらコム質撃てろよって話。という要望を垂れ流したところで、無事に鉄かぶらクリアです。5分内クリアは素晴らしいね。十分通用してるぞ。殴り村の溶岩はまだ止まったままだが、ここで発掘関連の要素は解禁される。発掘の施設には溶岩はいらないんでしょうか。気持ちの問題だったようです。もらった研磨剤で早速防具を磨きましょう。ようやく装備できますね。スキルはないが、防御力24とかなり高めだ。これはめちゃくちゃありがたい。これで防御49とほぼ倍になった。さらに安定感が増したぞ。この段階では全然悪くない数字です。精霊の加護もありますし。さて、このまま進めていってもいいんですけど、さっき話した通りで武器が不安ですね。そうね、予定より早いが、次の武器作りに行っちゃおうかな。正直装備的にはだいぶ苦しそうなんだけど、なんとかなるかな。一旦やるだけやってみましょう。アイテム周りも少し整ってきたことですしね。よーし、じゃあイベクへやっていくぞ。これまでは小粒な相手ばかりだったが。今回のはわけが違いますね。防具 2V で大丈夫でしょうか。クエストはこちらになります。犬夜叉、太陽の牙をめぐる狩猟。モンハンの犬夜叉コラボ懐かしい。トライからあったよなこれ。我々、一応犬夜叉は通ってるんだけど、原作中途半端なとこで積んでんだよな。確か40巻ちょっとまでは読んでたはず。もうちょいで完結ですよね多分。
と、我々の漫画事情は置いといて、問題は狩猟対象ですね。相手はガララージャラだ。ランク的には一つ先のモンスターになるね。さらに周回チョコ体なんで普通に強い。シルバークラウンで通用するか非常に不安だ。方向はガードがあるからまだしのげますけど、ガララもまた砲っぽい動きしますからね。ガララ種はとにかく削りの多さが厄介。ダメージも尻餅も非常に鬱陶しいです。そして高い発生頻度と広い攻撃範囲。ガンスとの相性悪そうすぎて困る。原種はまだ肉質とひるみやすさがあるんだけど、ガンスだと足殴りづらいんだよな。真正面には来ないんですよね。ノウトウ状態で攻撃するのが難しいです。一応尻尾も弱点ではあるんですけど、ひるみ時に追撃ができません。後ろ足のひるみだと普通にダウンするんだけどね、尻尾は遠くに吹っ飛んでくんだよな。ちょっと油断するとメイコーに弾かれるし、だいぶストレス溜まるぜ。ああ、開幕からストレス要素が山ほど飛んできてますね。すぐ囲まれるのも最悪です。ガンスの弾かれやすさと機動力の低さ、これは苦しい狩猟になりそう。この段階から苦戦すると後が怖いんだが、大丈夫かこれ。このクエの素材、必要数が少し多めなんだよ。一周にあんまりかかると大変だぞ。回復薬の貯蔵も潤沢とは言えませんので、あんまり長引くと後に響きますね。やはり一番しんどいのは切れ味問題でした。落ちるの早いし、何よりリカバリが大変です。猫が落ちてると本当に隙ないんだよな。基盤覚悟じゃないと解けないよ。幸い、ダメージ自体はそこまでじゃない。防具作っといてよかった。過去が効いてるかは正直わかりませんが、鈍いはないと勝負になりませんね。で、数分戦ったタイミングで、例のあれがやってきました。見ての通りで、なんとこれ恐竜化個体だよ。パート2から恐竜化が出てくるとは。幸い、ガララは肉質の効果はないけど、恐竜ショートランダム行動が怖いね。これクリア大丈夫ですかね。恐竜構えても結構苦戦してたんですが。この子は恐竜化結構強いと思いますね。時間稼ぎと恐竜ショーが噛み合ってます。特にガンスは防戦に回ることも多いからね。うまく克服できれば火力の足しになるが。お供の笛が地味にありがたい。普通に役立つ回復量してるわ。名前は縛り企画の猫なんで柴猫にしてますが、柴犬と柴の字が違うのはただのミスです。やるなら柴猫にしとくべきだったよな。なんでユリによって柴にしたんだろう。とそんなことはどうでもいいとして、恐竜化以降は窮屈さが加速するぞ。相変わらず厳しい切れ味と、恐竜ショーと速度変換の対応も必要です。対応といっても運ゲーな部分も多いので、正直最後まで明確な対処は見つかりませんでした。これぞ縛りって感じはするんだけど、さすがにまだ早かったかな。一応、疲労しやすいって利点もある。疲れるとメイコーが軟化するからね。尻尾が丸々弱点になりますね。これは大チャンス。と言いたいところなんですけど、解除もまた爆速なんですよね。恐竜化の疲労はだいたい30秒くらいしか持たないね。距離離されるともう最悪。なんで疲れの回復だけ早いんだよ。こんなん疲労システムの意味ないやん。疲れるだけマシではあります。後半それも克服しちゃった子いるので。さて、攻められたかどうか微妙なところで、そろそろ疲労解除でございます。プレイしてるとマジで一瞬に感じるわ。ほんまに30秒かってくらい。あとは討伐までずっとこの調子だ。体力どの程度かわからんが頑張ろう。この句あくまで通過点ですからね。ちゃちゃっとやりましょう。さて、あれから順調に狩猟が進んでるとは言い難いですね。軽く15分超えてんだけど、これは相手が強いのか、こっちが弱いのかどっちだ。アイテム面の消費も必然と多くなる。砥石はともかく、回復 G は貴重なんだが。今ちょうど蜂蜜の交易が解禁されるくらいです。採取を混ぜないと大量に確保するのは難しいですね。このクエは恐竜症が意外に厄介で、火ダメがかなり大きくなります。いい体力が危ない。猫飯が揃いきってないのも辛いぜ。お供も回復頑張ってくれてるんだけど、シンプルにこっちのステータスが負けてるな。これがシルクラの限界。いや、もしやガンスの限界なのか。ようやく終わりましたね。結局18分近くかかってしまいました。これ周回するのきっついな。いや、やろうと思えばできる範囲だが。要求されるチケットが多めだから、報酬が出れてくれると助かるが。現実はそう甘くありませんで、キー素材が2つといったとこでした。あとギルドチケットとガララの素材も必要です。5周くらいは覚悟しないとダメかも。最速で回しても1時間半か。もうしんどい。ただ、途中でやめると全部無駄になるからな。頑張って集めるぞ。やっと集め終わった。こんなに大変だとは。きっちり想定通りかかりましたね。こんな苦労する予定ではなかったんですが。これで解禁されましたのはこちら、鉄砕画ですね。この武器はモンハントライからあるコラボ武器だね。
まあ犬夜叉といえばまずこれだろう。原作やアニメよりだいぶ青みがかってるな。あんなわかりやすい紋章あったっけ？あと、手元の毛はもっと目立ってたような、ちょっと記憶の中の鉄砕画とは印象が違います。一応ギミック武器となってまして、抜刀すると巨大な刀身が現れます。これは原作再現だね。変化の SE とかエフェクトはないけど。肝心の性能は倍率100スロ1の無属性。こっちはものすごく普通だな。回ではここで強化は打ち止め。はっきり言って全くクエ難度に見合っていません。ただ、手数武器では数少ない選択肢なので、作ってみたって感じです。トライの時も普通に微妙性能だったからな。唯一の氷たちだけど陽覚醒だったし。よし、じゃあコンパートの締めとして、ゲルスで試し切りといくか。こちらはストーリーに絡む相手です。イサナ戦作りが始まってますよ。彼なら肉質と弱点の高さから、たちが相性良さそうな顔してますがどうでしょう。倍率100の太刀ってどんなもんなんだ。ランク相応ではあると思うが。見た感じ、緑ゲージはシルクラと同じだったね。ガンスより切れ味持ったりするのかな。攻略中にまともに太刀使ったことないですからね。別に攻略中じゃなくても使いませんけど。まずは連気と色の回収です。火ダメ覚悟で基準切りを当てていきたいところ。無色の太刀ってマージで弱いからな。ガンスにすら火力負けてそう。しっかし鉄砕だな。コラボ武器感あんま感じれないねこれ。見た目以外が全部普通なんですよね。当然、風の傷などの必殺技再現もなし。最近の作品なら表現できそうですが、残念ながら犬夜叉コラボは 4G までです。ファミ通といい雑誌系のコラボは死滅したよね。権利とか海外展開が難しいんだろうか。風の傷をモンハンで見てみたくはある。作るのに半年くらいかけそうで怖いが。いろいろと良くない実績がありますからね。くっそこだわってきそうではあります。そういえば、ワイルスも無事 MR が発表されましたね。まだ先ですが楽しみです。我々はもうめっきりやらなくなったけど、期待はずっとしてるからね。古竜が復活するのは予想できたことだが、ラインナップが気になるよな。マジオスくんが出ちゃいましたからね。もう何が出てもおかしくないですよ。ネットではタイトルからルーツを予想する声が多いですね。そういえばミラーシュ系もご無沙汰ですか。バルカンルーツはダブルクロスで止まってんのか。来年で丸10年経っちゃうじゃん。ダブルクロスから10年ってのがまず恐ろしすぎるけど、印象深い連中が多いから楽しみだね。毎度騒がれる山津くんとか、キリンアッシュなんかも来たら熱いですね。それまで活動を続けられるように、気合い入れて頑張りましょう。そうだね、着実にやっていこう。なんか妙にメルスに苦戦してるけど。だいたい8分半くらい戦って休眠した。この赤ゲージ中に倒しきりたい。ちなみになんと一オツをかましております。なぜストーリーで苦戦しているのか。ただ、思った倍くらい鉄砕が弱かったですね。そもそも太刀が強くないのは前提として。もう本当に数値通りの結果になったね。ひるみとかもあんまり起きなかったし。なんでここまで弱くしたんだろうか。一応恐竜化が相手なんだぜ。恐竜化は村星4か5くらいで登場します。武器倍率は平均120くらいある頃ですよ。鉄砕画は 4G で G 級強化が追加されませんでしたが、これならされてても強くならなさそう。ピンキリなんだよな、コラボ武器は。G 級は強いのが揃ってる印象あるけど。ちなみに、シルバークラウン系統も弱い寄りだ。縛り企画としてはそっちのがおもろいけどね。配信当時も割と誰得な装備でしたので、こうでもしないと一生持たなかったでしょうね。はい、ようやくゲリョス終わりました。しんどい。今後持つか悩むレベルだぞこれは。本当に太刀持ちたいなら発掘かな。まあいいや、とりあえずやれることはやった。企画としては満足いくとこまでできたわ。ストーリーはさらに進んで、筆頭たちが登場します。相変わらず溶岩が止まってますね。地味にこの雰囲気の殴り村は貴重です。攻略中しか見られませんね。ここまで雰囲気変わるのも珍しいよな。復興中のドンドルマとはまた違った感じだ。ムービーの最後に満を持してリーダー登場。筆頭関係のストーリーもワイルズ MR に期待。そういえば、最近この人だけ見てませんね。出るとしたら次がチャンスですよ。ということで以上パート2でした。なかなか歯応えのある回でしたね。犬やシャクエをやったことに後悔はないが、もうちょい先でもよかったかな。だけど、鉄砕画くんも活躍はこの辺が限界だろうし、その意味ではよかった。見た目は文句なしにいいですからね。足りないのはスペックだけ。次回以降もどんどん装備を強くしていきましょう。世界が広がります。そろそろ相手も強くなってくる。気を引き締めていこう。ほいじゃ、次の動画で。またね。